はい、キリオです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は2026年最新のマニュアルレバー式エスプレッソマシンをレビューします。Holding my head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes I このレバープレッソオービットは HUGH というメーカーの最新のマニュアルレバー式エスプレッソマシンです。最新も最新、まだ発売されていません。キックスターターで現在プレオーダー受付中です。だからレビュー動画もおじさんので世界で2番目です。確認した中では。もちろん日本では初のレビューになります。で、今回紹介するこのオービットは今現在発売されている HUGH のレバプレッソライト V4 バージョン4の上位モデルになります。上位モデルといっても全く新型、進化の度合いがすごいです。でそれをちょっと説明していきます。まずこのレバプレッソオービットはこのようなしっかりしたキャリングケースに入っています。ポータブル、携帯性というのを第一に考慮されています。次にオービットの構成を見ていくと、ケースを開けるとこのようになっています。まずは本体ですね。後で詳しく説明します。次にスタンドの受けの部分、3D プリンター製のドーシングリング、パームタンパーですね。スプリング式です。これはやけど防止のシリコン製のスリーブですね。これはパックスクリーンが入ってます。パックスクリーンですね。で、専用工具が入っていて、これはポータブル用のスタンドの足の収納部分と六角レンチが収納されています。こういった内容になっています。それではオービット本体部分から詳しく解説していきます。今回のこのオービットの大きな特徴の一つは、オール金属ボディということです。CNC で金属を削り出して作っています。まず上のキャップ部分。キャップはこんな感じ。キャップを外すと、本体のレバー作動部が出てきます。こんな感じ。上にすると、圧力ゲージもしっかりとついています。レバーを動かすとこういう感じ。これでしっかり吸気圧まで圧力がかかります。ここの穴はお湯の投入口になります。このような感じですごく滑らかに動きます。で、これ、よいしょ。外すと内部機構はこのようになっています。シンプルですけど、しっかりした可動になっています。よいしょ。で、本体の方は、タンク質はこういう感じ。本体下部はポルタフィルターになっています。
シャワースクリーン部分が下についてます。このシャワースクリーン部分も外すことができます。清掃もすごく容易です。チャンバー部分ですね。これがポルタフィルター部分です。付属してくるバスケットは 54.8 ミリ専用のバスケットです。で、このバスケットが、よいしょ。おじさんもよくサポートを受けている IMS、イギリスの老舗メーカー IMS の精密バスケット、プレシジョンバスケットが標準でついてきます。前のモデルまで、例えばレバープレッソの、今はもう生産終了になったんですけれども、レバープレッソのプロとか、あとさっき冒頭にちょっと紹介したレバープレッソのライト V4 とかは、このプレシジョンバスケットはオプションだったんですけれども、このオービットはこれが標準でついてきます。標準で高精度バスケットがついてきます。で、これがポルタフィルター部分なんですけれども、これも CNC で金属削り出し。すごく質感が高いです。それでこのタンク質、チャンバー部分ですね。ブリューチャンバーの部分。もちろん金属製なので、予熱すると熱くて持てなくなるので、先ほど紹介したこのシリコン製のスリーブですね。スリーブを取り付けることになります。非常に組み立ても容易で、よいしょ。素晴らしい出来栄えです。次に先ほど紹介したこれがポータブルスタンドの受けの部分になります。見てもらって分かる通りね、削り出しで作ってあるのですごく質感が高いです。これにこのスタンドの足の部分ですね、これをつけていきます。こういうスタンドになります。で、このスタンドにセットして使用する感じです。それで改めて付属品を説明すると、まずこちらが専用のドーシングリングになります。で、おじさんのところに来てるのは 3D プリンターで、製造されたものなんですけれども、これもしかしたら製品版ではちゃんとしたこれね、現行モデルの 51mm 用のドーシングリングなんですけれども、これは金属製です。もしかしたら製品版になるときはこういうちゃんとした金属製のリングになってるかもしれません。おじさんのところに来たのはね、まだプロトタイプというかまだ生産されてないものなので、ドーシングリングだけ間に合わなかったっていうので、この 3D プリンターのものが来てます。もしかしたら金属製になる可能性が高いです。それとこの 54.8mm に合わせた専用の
タンパーですね。パームタンパー。スプリング式になってます。使ってみましたけど、これすごく使いやすかったです。あとはこの専用のバックスクリーンですね。54.8 ミリ。今流行りのね、小さい穴がいっぱい開いてある、すぐに洗えるタイプのやつです。あとこういう専用工具がついてきます。さっきの六角レンチが格納されてる台ですね。内容物としてはこういう感じです。CNC 削り出しのオール金属ボディははっきり言ってすごく質感が高いです。これはおじさんが思うに今年間違いなくヒットすると思います。使ってみたらもうすごくいいエスプレッソが出たので、おじさんも一発で気に入りました。レバプレスオービットの実力はどんなものかっていうのを実際にエスプレッソを出してね、ご紹介したいと思います。ちょっとじゃあエスプレッソを実際に抽出してみようと思います。それではレバプレッソオービットの抽出のワークフローを解説していきます。まず最初に本体からポルタフィルターを取り外します。次にお湯を受けるカップの上にスタンドを置いて、その上に本体をセットします。次にお湯の投入口から熱湯を注いでブリューチャンバーを予熱します。次にコーヒー豆を 18g 計量します。オービットのバスケットはマックス 20g まで使えるバスケットです。おじさんは 18g で使用します。次にグラインダーでコーヒー豆をひいていきます。で今回粒度はニーシェのデュオで 7.5 に合わせます。でこれ例えばフレア58プラス2の高流量バスケット、ハイフローバスケットだと 18g でおじさんはダイヤル8だったんですけれど、このオービットはポルタフィルターの大きさがフレア58、フレア58の 58mm より小さい 54.8mm なのに、フレア58よりも細かい粒度になるっていうところがポイントです。標準で付属してくる IMS のプレシジョンバスケットがそれだけ優秀ということですね。通常バスケットの径が小さくなると粒度は粗くなっていく方向なので、それが細かくなるっていうのは 58mm よりも 54.8mm の方が粒度が細かくなるっていうのは、それだけその IMS のプレシジョンバスケットの性能がいいっていうことです。それではパック準備に入ります。まず最初に付属のドーシングリングをセットして、コーヒー粉をバスケットに移します。WDT ツールでコーヒー粉を均一に分配していきます。ちなみにおじさんが今回使っている WDT ツールはノームコアのバージョン 2.1 っていうやつですね。で、本来は 0.25 の針が付属してくるんですけれども、おじさんは 0.3 ミリの針に変更して使用しています。
軽く鳴らして、するとこういう感じにきれいに分配されるので、ここで付属のファームタンパーをタンピングするときれいにタンピングできます。で、このタンピングするときは、例えばこうタンピングして抵抗、押し戻すような抵抗が少し感じたら、そこでやめればだいたい11キロとか13キロぐらいなので、それ以上はあまり強く押さない方がいいと思います。で、最後にパックスクリーンを乗せたら、パック準備は完了です。そうしたら予熱していたお湯を捨ててください。で、下を拭いて、本体にポルタフィッターをセットします。この時しっかりね、取り付けてください。次にスタンドをセットして、スタンドに本体をセットします。それではお湯を注ぎます。レバーを上げて、お湯が下に下がるのを確認したら抽出を開始します。まずは3バール。徐々に9バールまで上げていきます。36で抽出を開始、終了。ほぼベストですね。今抽出が終わりました。これが抽出したエスプレッソです。すごくないですか？もうね、トロトロですよ。これはね、すごい、超本格的。いただきます。うまいっすよ、これは。本当に。なんかね、すごく後味がいい。苦味が全然残らない。HUGH レバプレッソオービット。見てもらった通りね、もうおじさん的にはもう文句なしです。質感高くてコンパクトで、かつポータブル性にもね、優れてて、54.8mm の IMS の高精度バスケットから抽出されるエスプレッソは、今見てもらった通りにね、もう極上のエスプレッソですよ。でこのレバブレッソオービットは、今年のね、2026年の最新モデルっていうだけあって、今からコンパクトなマニュアルのレバーエスプレッソマシーンの購入を検討されている方は、もうこれはね、必ずチェックした方がいいと思います。いろいろ使ってるおじさんが、これは文句なしにいいっていうだけのことはありますよ。冒頭に紹介したね、このレバプレッソライト。これを送ってはもらってたんですけど、なんでおじさんこれ紹介しなかったかというと、送ってもらった時に、もう HUGH からもう新しいものが今開発中だからそれが出るからっていうので、あえてこっちには触れなかったんですよ。で、どんなのが出るのかなと思ってたら、いやすごいおじさんの
期待以上のものが出ました。これね、CNC の削り出しで作ってるオール金属ボディだっておじさん説明してましたけど、レバーなんかの触り心地もね、すごくいいですよ。感触が。ほんと高級感があるっていうか、全然どこにもチープさがない。合成感もすごいし。で、見てもらった通り、しっかり9バールまで圧力もかかるし。で、小さいけれども、圧力計がすごくあると、便利。意外に色分けされてるんで、メーター小さくても視認性はね、大人の目のおじさんでもしっかり見える。こういったね、左右でレバーで押すっていうと、ロックなんかね、老舗で有名ですけれども、見てもらって分かる通り、ロックで出すエスプレッソよりもいいんじゃないかな。でもロックでエスプレッソ抽出してるのね、動画とか見ますけど、ここまでね、レバープレッソみたいに綺麗にすごく出るのってそんな見たことないもんね。スパウト使って出してる人多いしね。そういう意味ではこのレバープレッソオービットはちょっと革命的なレバーマシンの中ではモデルになるんじゃないかなと思います。このレバープレッソオービットは現在キックスターターでね、プレオーダー受付中なので、おじさんの一応リンクを貼っておきます、キックスターターの。で、うまくいけば 7% 割引になるかもしれないんですけど、HUGH の方からなんかエラーが出ちゃったっていうことだったんで、すいません、割引効かないかもしれないです。だからその時は通常のキックスターターの早期割引の方で購入してください。とりあえずリンクね、うまくいくかどうかわかんないんですけど、キックスターターのリンクは貼っておきますので、チェックしてみてください。それと、多分今日本でオービット持ってるのおじさんしかいないと思うので、日本でっていうかね、世界でも何人いる？YouTube で上げてる人っておじさんの他にもう一人ぐらいしかいないので、そんなにね、試作台数も作ってないと思うのであれなんですけど、もしオービットのね、ことで質問等があれば、いつもの通りコメント欄の方にお気軽にご記入ください。答えられる範囲でね、お答えさせていただきます。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero, look inside the mirror. I find one. Oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off, and I fall down a little.